皆さんおはようございます。そして会えなかった時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。みわこです。今日はまた映画の話したいと思います。とりあえず紅茶を入れます。本編をどうぞ。今日お話しするのはお嬢さんっていう映画。パク・チャヌク監督ですね。韓国の映画です。1930年代の日本統治下の朝鮮のお話ですね。このお話はですね、ある主人公、詐欺師グループっていうか、スリとかで生計を立ててるグループで育ったスッキっていう女性がね、ある詐欺師の男に藤原伯爵って名乗ってるんだけど、その男に莫大な財産の相続権を持つお嬢様がいるから、その人と結婚して財産を奪って、でその人はその後に精神病院に入れちゃおう、頭がおかしくなったことにして精神病院に入れちゃおう、お前も協力しないかっていう話を持ちかけるんです。お前は次女としてそのお屋敷に潜り込めと。でスッキはそのお屋敷にタマコという名前を付けられて、なんかこの辺もね、あれですよね、日本統治下のって簡単に日本名つけるよね。の話がそれちゃった。それでそのお嬢様のね、次女として入るんです。お屋敷にね。で、そのお嬢様の名前は何だったかしら。ひでこさん。で、スッキとひでこは、だんだん、信頼し合っていくんですね。仲良くなっていく。献身的に、ひでこに仕えるスッキを、ひでこさんは、親しく思うようになるし、で、スッキも、もう孤独で、このね、ひでこを養ってるのが、叔父に当たる人なんだけど、もう、ちょっと、口に出せないくらい、言っちゃうね。クソ男なの、ほんと。マジで。本当に嫌な男。で、ひでこをね、例えば、書籍、紀行本、貴重な本とかを集めて収集したり、それを財産家たちに売ったりするのが趣味なんだけど、その朗読会をね、いわゆる春画が書かれてるようなそういう内容の本をひでこに生々しく朗読させて、でそれをおっさんたちが見て、おーみたいな、もうマジで鳥肌立つ、いやらしい、本当にもうぶち壊したくなった。そんな状況に置かれてるひでこをスッキは騙す相手だけど親しく思うようになるのね。で、でもやっぱりやることは悩みつつもやって、で結局でもね、スッキがお嬢様だってことにされて、ひでこさんだってことにされて精神病院に入れちゃうの。これどういうこと？どういう話？どうなっちゃうのスッキっていう映画。ネタバレなしで語るとこんな感じかな。ネタバレありで話すと、実はスッキとひでこは途中で気づくんです。二人とも藤原伯爵にいい話を持ちかけられてると。藤原伯爵はスッキにはひでこを騙して、あいつは精神病院に入れるからって言って財産を奪おうって言ってるんです。で、
秀子には藤原伯爵は結婚したらこの家から自由になれる。で、次女を用意するから、そいつを代わりに秀子ということにして精神病院に入れちゃえば、お前は自由の身だって甘い言葉を囁いて、で、二人とも騙すんですね。で、二人は途中で、自分たちがそうやって、藤原伯爵の手のひらの上で踊ってるっていうことに気づいて、手を組むんです。騙し返してやろうと。それで、二人は手を組んで、で、仲を深めていって、っていうお話かな。もうね、結構、R18 かな。結構ショッキングなシーンは、最後の方とかあるし、なんていうの？生々しいシーンもあるんだけど、で、官能的って言われてるけど、でもね、それが主題じゃないと思うのよね。家父長制からの脱却というか、もうそこから必死にしたたかに、逃げていった二人の女性のお話だと思う。協力して、もうクソみたいな家父長制から、自分たちの手で抜け出したお話。だからね、すごく勇気をもらったっていうか、二人がすごく好ましかった。紅茶美味しい。でね、おじはね、秀子のおじはね、もう本当にあれはクソ男。ちょっと、すいません、言葉が。はしたなかったですね。すいません。でも本当に嫌な男。でね、藤原伯爵の話に乗れば、秀子は自由になれるんじゃないかって思うかもしれないけど、でも結局それって藤原伯爵の妻になることによって、また新たな家父長制の中に身を置くことになるんですよね。本当の自由ではないと思う。藤原伯爵だって秀子の体を求めていたし、だから、二人は本当にそういうところから逃げるしかなかったっていうか、もうおじからも藤原伯爵からも逃げるしか、自由になる方法はなかったんですね。で、見事その自由を勝ち取るっていう。もう本当にいい話だった。2時間以上あったからね、ちょっと長いんだけど、でも全然飽きない。テンポもよくって。で、途中でね、その秀子のおじがそういう朗読会をやるね、部屋、書庫兼朗読会のステージみたいな部屋があるんだけど、その入り口のところに蛇のそんなに大きくないのよ。多分、床にあって、これぐらいわかんないけど、そんなに大きくないのよ。でも蛇の像があって、で、あれは多分男性というかその女性を支配する男性の象徴だと思うんですよね。その絡み取るおぞましさとか、それはもちろん生々しい意味でもね、いやらしく体を這い回る手の象徴であったりとか、その支配の象徴だと思うんですよ。で、二人でお屋敷を抜け出すときに、スッキが、読まされてた、秀子が読まされてた本をね、ビリビリに破いたり、で、その蛇のね、像をね、バコーンって壊すの。もうあれが爽快だった。もう私たちはここから自由になるんだ。自分たちの力で自由になるんだっていう覚悟みたいでね、すごく爽快だった。爽快って言うとちょっと語弊があるかな。もっと必死感がある、切迫感があるシーンだから、わあ、やったねって感じじゃないんだけど、もう本当に胸が詰まる感じよ。もうそれでね、もうだから本当に、
中でね、藤原伯爵がね、なんかね、もうバカみたいなセリフ吐くのよ。なんか女性は力ずくで組み敷かれることに快楽を感じるものですとかね。バカじゃないのお前とか思っちゃうんだけど、もうまた口が悪くなっちゃった。もう本当にバカじゃないのって思うよね。ね。なんで女性の気持ちを男性が語るのかしら。おかしいと思わない？なんか今でもいるじゃないですか。女性はこう思うはずだ。女性は子供が好きなはずだとか、女性は出産の痛みにも耐えられるとか、女性はこうだって語る男性。おかしいと思いません？私は出産経験がないから、なんか出産の痛みに耐えられるかってわからないし、だから、私たちは出産の痛みに耐えられますとか、私は絶対言おうと思わない。で、男性は絶対にそれを経験することがないのに、なんで男性がそれを語るのかしらってすごく思うのよね。なんか男性嫌悪みたいになっちゃったけど、別にそういうわけじゃないのよ。素敵な方もたくさんいるのは分かってるし、私だっていい父親に育てられたしね。だけど、でも、悲しいことにそういう人っているじゃない。なんかもう、この人全然話が通じないみたいな男の人。もうね、嫌になっちゃうよね。ね。ためもそう言ってます。もう本当にね、とにかく私が言いたいのは、この映画は見てよかったっていうことと、今もしね、その家父長制っていうか、家父長制だけじゃない、なんか、親に支配されたり、恋人に支配されたり、パートナーに支配されたり、そういう目に遭ってる人はね、逃げることを諦めないでほしいって、私が簡単に言えることじゃないんだけど、でもね、なんて言えばいいのかしら。自分を手放さないでほしいんですよね。自分を手放して生きるのは虚しいことだと思うから、なんて言えばいいのかしら。とにかくね、もう何が何でもそこから抜け出してほしい。私はそう思います。誰もがね、自分を生きられる世界がいいですよね。誰も虐げられることのない世界がいいですよね。なんか映画の話からちょっとずれちゃったかな。でも、私はそう思います、本当に。ちょっと付け加えるとね、スッキーはね、スリとかで生計を立ててた割にはね、詐欺とかそういう人を騙すことにはちょっと疎いというかね、割と純粋なところがあってね、可愛らしいのよね。で、秀子も、すごく辛い状況に耐え忍んで、で、頭も回る、で、土壇場の勇気もある、すごくしたたかな女性だし、もう二人のことが私は大好き。でね、二人は体の関係も持つんですけど、あれも、あれですよね、なんて言うんだろう。初めて二人が主体的に性的なことを求めた瞬間だったと思うんですよ。求められて、組み敷かれる、男に組み敷かれるんじゃなく、お互いがお互いを望んでっていう自由の象徴だと思うんですね。だからなんか、官能的、エロいよ、この映画、みたいな感じで見るのはちょっと違うかなって思う。っていうか、映画の見方はね、人それぞれだから、いろんな見方があっていいと思うんですけど、私はそういう風には見えなかったかな。なんか、わあ、生々しいとかじゃなくって、なんかちょっと感動しちゃった。そう、二人の自由よね。それは二人のささやかな自由よね。だから、ちょっと感動しちゃった、私は。
いしょ。また、今日の銀座結びはこんな感じです。どうかな？黒い着物に黒い帯だから分かりづらいかな。まあね、一番最初の時よりはマシになったんじゃないかなと思います。まあこれからも練習してまいりたいと思います。よいしょ。ではでは皆さん、お嬢さんぜひ見てください。Amazon プライムに入ってたと思うわ。ぜひ見て。面白いから。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。